ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんの時間だよ。君は、ナイス HCK のイヤホンは聞いたことがあるかな？最近は、ナイス HCK ユースというイヤホンが発売されて、改造感、中高音域の美しさ、明瞭さに優れるイヤホンとして、ちょっとした話題になっている。一方で、ナイス HCK といえば、発売から時間が経っているが、性能的にも印象的にも全く薄れない、解像度バキバキイヤホンの、ナイス HCK-NX7 ナンク3がある。どちらも、レビューをざっと見ると、解像度の書き出しに優れる、という印象と、高音域が高質で美しい、という印象を受けるイヤホンなんだけど、じゃあ、同じナイス HCK、どっちがいいの？と考える人も多いだろう。今回は、ちょうど NX7 ナンク3が、ついに国内で9000円ちょっとでタイムセールされたり、ナイス HCK ユースが、日本の Amazon に入荷したりしたので、せっかくなので、この2台を比較してみることにしよう。どっちを買うか悩んでる人は、ぜひ参考にしてみてほしい。まず、この、1万円周辺の2機種、音の作り方が全然違う。なので、正直両方楽しめ、と言いたいところなんだけど、予算は有限。NX7 ナンク3は、2台のダイナミックドライバー、4台の BA、1台のピエゾツイーターを備えた、超マルチドライバーハイブリッドイヤホンだ。もともと、人間の声なんざ知ったことじゃない。とにかく高質で反応の良い音を、という音色作りで製造された、ナイス HCK-NX7 が2回進化したバージョンだな。初代 NX7 は非常に尖ったイヤホンで、有機 EL を使っているプレイヤーの回路ノイズがめちゃくちゃ大きく乗っちゃうくらいにダイレクトに音が出るイヤホンだった。これを使いやすくしたのが、2代目のプロ。さらに、人間の声などの再現力を上げるために、BA ドライバーを1ランク上質なものに置き換えたものがンク3だな。ンク3は最もバランスが良く、独自の高質かつ冷たい印象を受ける音色を持ちながら、全体のバランスも整った、NX7 シリーズの完成形、と言っていいイヤホンだ。さらに、NX7 シリーズは遊びどころも多くて、1台購入すると、ネイビー、黒、赤の3色のフェイスプレートが付いてきて、自分で着せ替えが楽しめたり、フィルターギミックにより、高音域の鋭さや低音域の量を微調整することができる。低価格ながら、7ドライバー、フィルターギミックと、色々遊べる1台に仕上がってるわけだな。それでいて、音色としても独特かつ、完成度が高いものなので、そりゃあ人気も出るってもんだ。対して、ユースはシンプルな1ダイナミックドライバー。ただし、外装はよりコストのかかる全金属製、アルミ製だったり、振動板はベリリウムメッキが使用されていたりと、こちらもただの一般的な1ダイナミックドライバーイヤホンではない。ベリリウムメッキのドライバーは、他のライバルに比べて低音域を絞った調整になっている。ただし、ケーブルなどの変更で簡単に音色は大きく印象を変えるぞ。NX7 ナンク3は、それぞれのドライバーの得意分野を明細に出力させるアプローチだったのに対し、ユースは、それらを、すべてベリリウムメッキ振動板を持つ1ダイナミックドライバーでこなすわけだ。両方変えって言いたくなる気持ちがわかるかい？さて、ユースと NX7 ナンク3、こんなに仕様が違うのに、一言で言うと、中高音域が明瞭、とか、解像感が高い、という印象になる。これは、最終的な感想を語るより、それぞれの音色に対する、ドライバの働きと、そのドライバの印象を分解していった方が違いがわかりやすいだろう。高音域について、ユースは、ベリリウムメッキ振動板による、よく響き、よく書き分けられた高音域を魅力とする。ベリリウムメッキ振動板は、特に金属音がキラキラと主張してくるものが多く、ユースもその傾向が強い。ただ、ものによっては、この強調が強すぎて音が刺さる場合があるんだけど、ユースは、ここが強烈に感じるケーブルと組み合わせても、耳に刺さるような音は出てこないんだよな。1ダイナミックドライバーはここら辺の塩梅が難しいんだけど、うまく調整できている、という感じだ。対して、NX7 は、超高音域にピエゾツイータードライバーを、高音域に4発の BA ドライバーを配置している。ピエゾ、というのはセラミック、つまり、磁気なんかに近い素材で作られていて、人間の過聴域ギリギリから、それ以上の音を、とにかく鮮明に描き出すものだ。残響などはなく、高音は金属系のきらめくような音というより、とにかく分析的かつ高質に描き出される。BA ドライバーもこの傾向が強いけど、NX7 系は、鋭くなりすぎないように、4台2種の BA ドライバーを並列に鳴らすことで、音が刺さったりするのを防いでるな。ユースは演出が多く、NX7 はとにかく明瞭、というイメージがわかるだろうか。ボーカルについても、それぞれの癖がある。
NX7 は、PA ドライバーを重ねることでボーカル帯が高質になりすぎないようにしている反面、ユースはダイナミックドライバー一発で、重みも出せる音色だ。ボーカルやその周辺の楽器を重視するなら、ユースが向いている。ただ、NX7 文句さんはボーカルについてもしっかりと過不足なくならせるようになっているぞ。それ以前のモデルでは、ボーカルまで高質で金属質感すらあったけどな。そして、低音域、ユースは、あえて低音を派手にしていないものの、ベリリウムメッキ振動板は、低音に弾力があり、本来の音量より派手に聞こえる印象がある。これを1台でこなせるんだから、イヤホンってすごいよな。上位イヤホンは、これらが一気に全部鳴っても、それぞれの音が埋もれないので、ぜひ体験してみてほしい。これに対して、NX7 ナンクさんは、低音が引き締まって、あんまり量感を感じない。カーボン系の素材、カーボンナノチューブ振動板を使ったダイナミックドライバーが低音を担当する。このままだと、中高音域に主役を持っていかれそうなんだけど、なぜか NX7 はダイナミックドライバーが2台並列に用意されている。数で殴れば強いが、乱戦でわけがわからなくなるので、くっきりはっきり聞こえるドライバーばっかりを揃えて、数で殴れば強い、というイヤホンだ。並列で鳴らすことにより、カーボンナノチューブ振動板の弱点である、低音域に厚みが出にくい、という要素をうまく解決していて、ソリッドな印象そのままに、低音域の量感が非常に増した1台になった。これらをひっくるめて印象を語ると、ユースは改造感に優れ、金属音の伸びが良く、ボーカルも美しく聞こえる1台。NX7 ナンクさんはとにかく改造感に優れ、分析的に音楽を聴き取れる、スタジオ音源に最適な感触器、となるわけだ。なんかふわっと金属音が得意、高質、解像度に優れる、というワードが、整理できただろうか？もっと混乱した？じゃあ両方買うしかないな。そんなわけで、似たように感じるイヤホンにも、よっぽどのことがない限り差はあると思う。さすがに同じドライバー使って同じ外装でロゴ違うだけ、は弁護できないけどな。と、こんなところだな。ユースが国内 Amazon に来てたので、せっかくなので書いてみた。欲しがってる人の参考になれば幸いだ。個人的には、やっぱり NX7 ナンクさんはオンリーワンなイヤホンなので、ぜひ触ってみてほしいところ。両方買えって結論になってない？趣味は予算の範囲内でな。といったところで今回はここまで。